こんばんは。この日は2025年12月28日です。年末年始は無事に休みを取ることができたので、実家へと帰省中です。最寄り駅からバスに乗って地元の村へと向かっています。年の瀬の帰省シーズンでも乗客は全く見ません。無人のバスからは何とも言えない空虚な雰囲気が漂います。村に着きました。暗黒の道を歩きます。熊に出くわしたら終わりです。無傷で実家にたどり着けました。部屋で寝床を作ります。室内なのに室温は外気と変わりないです。家の中で白い息が出ます。そのため実家では電気毛布は必須です。めっちゃちっちゃいようなほうれん草。1階に降りると父が晩ご飯の支度を始めていました。まあいいで。一緒に手伝います。黙々と大根をすりおろします。そして魚もさばきます。あんこを丸々1匹市場で仕入れてきたようです。スーパーでなかなかお目にかからないので嬉しいです。プリプリのあん肝です。鯛もさばけます。ごつい手をしていますが、包丁さばきは繊細です。母が亡くなってからこの広い実家で父一人で暮らしています。ご飯をちゃんと食べているか心配でしたが、父は料理が好きなので一人で晩ご飯を作ってしっかりと食べているようです。ひとまず安心です。晩ご飯の準備が整いました。これぞ実家の食卓風景です。兄夫婦は明日帰ってくるので、今日は父と僕と僕の妻の3人だけです。これが沸騰して炊けてきたら肝食べたい時に、いつもは大人数で鍋をかけますが、3人で囲む鍋も悪くないです。サーモンの刺身をいただきます。口の中で溶けて一瞬で消滅します。リビングの片隅には衣装ケースが置いてありました。すべて母の服です。家中に母の荷物は残しています。腹も満ちたので風呂にします。実家の風呂は快適です。無駄に広いのでいつも潜りながら入浴しています。洗い物も手伝います。当然ですが、お皿は誰かが洗わないと残ったままです。今まで帰省した時は家事は何もしなくてよかったですが、これからは家事を手伝うことが増えそうです。
実家でのタスクもすべて完了です。キンキンに冷えた部屋で寝るとします。おはようございます。寒すぎて目覚めました。室温は2度ほどです。暖かい番茶をすすって体温を確保します。まだ太陽は出てきていません。田舎は山に囲まれているため、日差しが届かず冷え込みます。しばらくすると鳥も目覚め始めました。空気が澄んでいて心地いいです。寝癖を直して活動開始です。目覚めのコーヒーを準備します。父も早起きをしてご飯の準備をしています。父のマグカップは手前のピンクのやつです。母への誕生日プレゼントで買いましたが、今は父がメインで使用しています。いい感じや。コーヒーと肉パンというやんちゃな組み合わせの朝食をいただきます。相性はよくありません。洗濯物が部屋に干されています。父だけで暮らしているので、洗濯物の数も減り、部屋干し中心となりました。今日は母の百花日だったので、お坊さんに自宅に来てもらい、お経を唱えてもらいます。このお坊さんは僕が子供の頃からおじいさんでした。年齢はもう90歳近くで、おじいの中のおじいです。そしてこてつ家のお墓を掃除してお花を供えます。帰宅して朝食の準備をします。部屋を片付けてテーブルを出します。今日の飯は魚です。これは味噌汁も作っています。鍋のいい出汁が出ていてうまそうです。まあ魚は入れてないで。だからそこへ豆腐とこれお母さん好きやったハンテラ、これ入れた。いただきます。うまいです。サンマはこれまで全て食べることができるので好きです。余すことなく我が血肉へと変えます。今日の夜は兄夫婦も帰ってくるので楽しみです。夜の献立の話をしています。いつぐらいから作り始めるの？ 4時5時くらいから。夜ご飯まで時間が空いたので村を散策します。見渡す限り畑と山しかありません。子供の頃はよくこの川で遊んでいました。小学校の図工の授業で魚を捕まえる罠を作って捕獲した川魚を家庭科の授業で焼いて食べていました。今はもうこの村は過疎化が進み、小学生も
全校生徒30名ほどしかいないようです。外に子供は誰一人としていません。36歳のおっさんしか映っていないという異様な状態となっています。道なき道を歩きます。蛇が出てくることがあるので常に行を行ってはいけません。カフェに来ました。村のくせに意外とおしゃれなカフェがあります。都会の暮らしに疲れた人たちが安住の地を求めて我が村に移住してくることがあります。安いテナントを購入し飲食店を開業しています。ドーナツとコーヒーをいただきます。普通にクオリティが高く、家の近所にあれば毎日通いたいくらいです。今後何かの間違いでフルリモート勤務になったら、実家で暮らしてこのカフェでのんびりと作業したいです。村には空き家も多数あって、今なら 7DK の物件が290万円で手に入ります。ただし最寄り駅まではバスで40分かかります。帰宅すると晩ご飯の支度が始まっていました。父はいつも通り巨大な魚をさばいています。今日はブリです。結局この包丁技術を継承することなく今年も終えてしまいそうです。来年こそは教えてもらいたいです。東京の自宅でも美味しい刺身を作れるようになりたいです。揚げ物も作ります。今日はちびっ子たちがたくさんいるのでカロリー高めの食事です。この量の油を惜しげもなく使うのは実家ならではの風景です。料理の方は父に任せて、僕はちびっこの相手をします。どんどん絵が上手くなっています。独創的な発想は参考になります。これな、足な当たってる顔。姪っ子が折り紙を折りたいとは言い始めたので、みんなで折り紙大会を開催します。渾身の鶴を折り上げます。大人の本気とやらを見せつけてやります。折り終えましたが、姪っ子はすでに折り紙熱はなくなったようで無視されました。そうこうしている間に晩ご飯ができました。昨日と打って変わって茶色料理ばかりです。賑やかな食卓です。うるさいくらいがちょうどいいです。今日もいい一日でした。冬の田舎は乾燥するのでニベアを塗りたくって寝るとします。
はようございます。山の隙間から日差しが差し込みます。父はまだ寝ているので、こっそりとコーヒーの準備をします。きっと昨日は夜遅くまで兄と酒を飲んでいたと思います。姪っ子も一足先に起きてきました。スティックパンを黙々と食べています。しばらくすると甥っ子も起きてきました。スティックパンを与えます。食べてるわ。これどうする？僕もスティックパンを恵んでもらいました。5歳にして子供の精神があるのは素晴らしいです。美味しい。この部分を伸ばしていってほしいです。そうなんや。同じようなやつが。昼食の準備を始めます。鯛の下処理をしています。これで。いや、塩水がさ、中に入りやすいようにとかと、中までさ、立派な鯛です。自然薯みたいな意味も持って帰る。過去食べてきた中でも一番でかいかもしれません。これ。ある。あれにしよう、汁に。いいよ。鯛を丸ごとじっくりと焼いていきます。いい焼き具合です。皮がカリカリでうまそうです。さらにカニも用意します。東京ではなかなか食べれないので実家で食いだめておきます。うまそう。松茸のお吸い物もできました。素材の味を生かした料理の数々です。心なしか父も張り切っているような気がします。まだまだ元気でやっていけそうです。ご飯ができました。みんなで鯛をほぐしながら食します。今年の鯛も最高でした。食後は部屋の布団を片付けます。5泊くらいしたいですが、今年は用事も多いので早めに戻ります。来年も再来年もこうやってみんなで集まって仲良く過ごしたいです。大晦日は東京で過ごします。父から大量の自然薯をもらったので、今日はこれで自然薯そばを作ります。いいしなり具合です。濃厚でうまいです。これで今年も思い残すことなく切りよく終えることができそうです。夜は
初詣に行きました。0時を超えると人が大量に訪れるので早めに来ました。まだ年を越していないので初詣ではないですが、細かいことは気にしません。形だけでも祈ることが大事です。年明けは妻の実家へと向かいます。雪景色が広がります。基本おとなしくしながら柴犬の散歩をし続けて過ごしました。愛くるしい生き物です。散歩しているケツを見るだけで癒されます。体力が無尽蔵にあるのでなかなか戻りたがりません。走り続けて柴犬の体力を奪うことに専念します。今後このことは毎年会うことになるので信頼関係を築いていきたいです。1月3日も犬の散歩をして過ごしました。せっかくなので散歩をしながら2025年を振り返ります。2025年は変化の年でした。自分の取り巻く環境や暮らしが大きく変わる出来事がたくさん起きました。今までは一人で自由気ままに好きなことをして生きてきましたが、今後はそうも言っていられなくなりそうです。自由が減ることは寂しくもありますが、それ以上に今まで経験してこなかった出来事が増えそうなので、今後の暮らしが楽しみです。投稿頻度は落ちるかもしれませんが、自分の見ている世界とそこで感じたことを日記のように残し続けていこうと思います。今年もよろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。